女性と若者はロレックスは買えません。はい。このチャンネルは私、平成元年生まれ、無教がロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一キャバ、向けます。金額持っていかないと。いうところでございます。サブマリンナも持ってますよというところになるんですけれども、本日、はい、衝撃的な、話から始まったと思うんですけれども、若者と女性はロレックス買えない説。こちらね、ライブで教えてもらったこの説を、ちょっとね、解説していきたいなと思います。ただ、その中でどう行動することがあなたがロレックスを引き寄せるのか、ちょっとね、しっかりと、解説していきますので、皆さんぜひね、最後まで聞いてください。はい。それでは、行ってみましょう。はい。今回ね、話す内容に関しましては、こちらね、ライブで、視聴者様から、教えていただいた内容でございます。で、正規店の、店員さんの話、店員さんの話も含めていますので、まあ、あながち、これはね、結構ロジックの通った話なのではないかなというところになってきます。ぜひね、若者と女性の方は聞いていただきたいですね。まあ、気を悪くされないように、はい、よろしくお願いします。はい、それでは行くんですけれども、まず、これはコロナ禍のコロナ前と、ね、コロナ後、こちらによってね、結構ね、話が変わってきて、で、現在このパーフェクトストーム中の中で起こっている、この説でございます。ちょっとね、わからない方のためにパーフェクトストームというのは何なのかと言いますと、ロレックスってなかなかその公式声明とかっていうのは発表しないんですけれども、このロレックスが買えない状況の中で、ロレックスが公式に現在この状況をパーフェクトストームと、買えない、この需要が上回りすぎているこの状況、これを、パーフェクトストームという表現をね、したというところで、これをパーフェクトストームと言うんですけれども、まあ、今回、このパーフェクトストームの中での説で、ございます。じゃあね、どんなことかと言いますと、まあ、コロナ前のパーフェクトストーム前のお客様、ここ重要なんですが、それは、ほぼ30代以上の男性ばかりだったというところです。はい。で、コロナ後、ね、パーフェクトストームの中で始まったのが、若者と女性が来始めたという、こういうね、事実があるわけでございます。ね。これね、やっぱね、5年とか、まあ3年ぐらいか、3年以上ね、ロレックス正規店で働いている店員さんだったら、この異変に、もう多分ね、ほとんどの方が気づいていると思います。私も、過去にいくつものね、ロレックス正規店に、通っておりますが、結構ね、その過去と今の話っていうのは結構聞いたんですけれども、共通認識になっている感じは否めませんね。で、これはね、本当にね、気を悪くしないでいただきたいんですけれども、要はですよ。要は、女性と若者は、転売ヤーに見られがちというとこでございます。もともとね、いなかった人がコロナ後に初めて、もう絶対いなかったような人たちがガンガン来ている中で、やはりね、そういうふうに見られがちというのがあります。まあ実際はですよ、やっぱりコロナ禍でロレックスが買えないという、やはりテレビ報道や、まあ、YouTube も増えたと思うんですけども、私もそこで始めているわけでございますが、まあ、そこで発信が増えたことによって目につくね、機会が増え、で、そしてその広告効果によってロレックスが欲しくなった方っていうのは、まあ、めちゃめちゃいると思うんですよね。はい。だから一概には、まあ、これは言えないんですけども、そういう見方があるというのをちょっと一つね、覚えておいてください。やはりロレックス正規店っていうのはもうやっぱ転売ヤーには絶対に売りたくないというのがね、もう今絶対のことになっているんですが、まあコロナ前とかね、もう結構前から並行店の方がロレックス安く買えるにもかかわらず、
ロレックス正規店でわざわざね、多額のね、多いお金を払ってロレックスを買っていただいていたお客様をロレックスが優先するっていうのは、これはね、もう、当たり前のことですよね。確かにそのコロナ後に女性とか若者が増えたことで、転売屋に見られがちっていうのは、あながちね、ロジックがね、通っているのではないかなと私はちょっと思っております。でもですよ、ここからが大事なんですけれども、その中で若者でもね、女性でも買っているのは事実でございますのでね、諦めないでというところでございます。じゃあね、どうするのかと。これを本当ね、頭の片隅に入れているのかいないのかっていうので、結構ね、大きく違うんじゃないのかと。ね、自分が今、基本的にロレックス正規店の店員さんからどういう目で今見られているっていうのを頭に入れておけば、おのずとね、行動は変わってきますし、それがね、やっぱね、引き寄せることになるんではないかなと思います。ね、本当に欲しいなら、ね、言葉遣いとか、身なりと、知識をね、やっぱどんどんつけてきますよね。またこの動画を見ているあなたは、もうこれね、変えますよ。変えます。そういうふうに、どういうふうにしたら本当に変えるのかっていう行動を起こしている方、転売ヤーはこれを起こしませんから、非常にね、いいことなのではないかなと思いますね。そういうのが頭に入っているだけで、私もね、何回も見ました。ロレックス正規店に入ってきて、ね、デイトナない、デイトナ。もうね、小汚いおっさんがね、デイトナない、デイトナ。店員さん、デイトナ、お色は何が、お探しでしょうか？デイトナ、デイトナって言って、もうね、もうしどろもどろしちゃってね、いろいろ色もね、素材もあんだよとかね、あと携帯片手にね、ロレックス正規店に入ってきて、もう明らかに誰か転売屋の親玉みたいなやつと電話しながら、GMT って言えばいいのねみたいな感じで入ってきて、すいません、GMT ありますかってこう携帯をこう胸元に置いてね、もう電話通話しながらね、ありますかとか聞いて、GMT、ありませんね、わかりましたってもう電話かけながら出て行って、もう外で、ありませんでした、次なんて言えばいいでしょうか、バカ野郎みたいな、はい、そういうやつね、結構マジでいますからね。これを頭に入れておくだけで、本当にね、こういうことがなくなります。その電話の人はね、女性だったんですけれどもね、そういう感じになりますね。いや、ちょっとね、世代とか性別をこう、一括りにするような感じで、非常にね、申し訳ないんですけれども、私ね、やっぱ、プロロレックスマラソンランナー、から見ると、やはりね、友人の行動とか見ていると、知識のない友人の行動とか見てると、100% 買えないだろうみたいな。絶対それじゃ買えないっていうのは、ちょっとやっぱ思ってしまいますよね。現状を、知らない発言というのが非常にね、散見されるということですね。売り方がこれがね、いいのか悪いのかっていうのはもうこれ別の話ですよ。ここの議論も結構あるんですよね。この売り方ロレックスどうなってんのっていうのはあるんですけども、もう今ロレックスがもうそういう状況ならもうそこに従うしかないですよね。で、やはりそういう現状を知らないやつに売った時に、もしその知らないやつが現状を知るわけですよ。100万円で買ったロレックス。あれこれ、転売したら300万になるの？よし、売っちゃおうみたいになるじゃないですか。ね。だからそういう現状を知らないやつにもやっぱ売らないですよね。そんなやつがね、買えるわけがないというふうに思うわけでございますね。それならね、本当に現状を知った、今まで1本とか2本とか、買ってしっかりと、買った時計が、手首についている、ね、そういうおじさま、ね、30代以上の、私の同世代から上の方にやっぱ売るようになっていくんじゃないかなというふうに思いますので、しっかりと現状をね、把握して、ぜひね、参考にしていただければなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、結構私も初め聞いたときは、って思ったんですけれども、結構これね、理にかなった説ではないかなというふうに思います。そのね、ボーダーラインというのは、30代ね、前半、30代ぐらいがボーダーになってくるっていうことになりますので、要はそこから、めちゃめちゃ若い、全然ね、20代の前半の方でね、なんかすっごい時計買ってる方とかもね、いっぱいいますから、一概には言えないっていうのもあるんですけれども、一応そういうふうにね、もうゼロから始められる方は一応頭にね、入れていてもいいのかなということです。先ほども言いましたが、この売り方自体がいいのか悪いのかは別にして、やっぱそれを頭に入れ
て、行動するのが、ロレックスをこう引き寄せるのではないかなというところでございます。本当ね、皆さんね、最高ですよ。ロレックスが初めて出てくる時の脳汁布にかかって出てきて、その脳汁布を取った時のロレックスのやばさ。ちょっと今ね、これを話しながらも私ちょっと脳汁出たんですけれども、これは多分パチンコでいうところね、1億円分ぐらい稼いだぐらいの体験になるんですかね。まあ、もうね、ロレックスマラソン、こういうね、いろんな説とかね、いろんなことを言う方がやっぱいると思いますが、いろいろ聞いて自分なりに判断して、楽しくね、もう本当楽しむのが一番だと思いますので、それでロレックスマラソン、ぶちかましていただければなというふうに思います。皆さんね、脳汁体験してください、ぜひ。そしてね、こういう中で、若者と女性がなかなか買いづらいというところになるんですけれども、私、ムケちゃんの推奨ロレックス買います、スタイルというのは、ムケオコミュニティでしっかりとコミュニティを作って一緒に行く。もうこれね、いろいろ話してきましたが、もう赤ちゃんでも買えんじゃないのかなと。これちょっと言い過ぎたんですけれども、本当にね、18歳とかでも買えるんじゃないかなっていう、これね、最強のテクニックでございますね。ムケオコミュニティに入って、ライブでコメントをしてください。正規店行くよりライブでコメントする方が早いかもしれません。そして、つながってください。で、ズル向けさんたちに認めてもらった上で一緒にロレックスマラソンをする。はい、そしたらもう秒で買えますよ。はい。ね、若者、女性が買えないとか、はい、もう10分以上話してきたんですけれども、それをね、完全に余裕でハックする。はい。そのやり方がこのムケオ推奨の、スタイルでございます。もうこれがね、もう一番もう簡単なんじゃないですか。でもそこにはあなたの時計好きとして認められる、ね、のが大切ですよ。そっちの方がもしかするとハードルも高いかもしれませんね。私もね、絶対ね、転売ヤーと一緒に正規店とか行きたくもないですからね。自分自体が転売ヤーって思われちゃいますから。はい。そこをクリアして、慶応コミュニティのね、方と一緒に行けば、買えると思います。余裕っす。はい。そんな感じで、本日ね、ちょっといろいろと、話してきたんですけれども、ちょっとね、世代とか性別をくくるような形で、ちょっと申し訳ないところもあるんですけれども、一応これは、正規の店員さんも言われてたというところなんで、一応頭の片隅に入れて、ロレックスマラソンすることで、ちょっとね、有利にはなってくると思いますので、皆さんぜひね、信じるか信じないか、お任せしますが、これを頭に入れてマラソンすれば、ちょっとはね、有利になるんじゃないかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、そんな感じです。はい、メンバーシップとかもやってますので、皆さんぜひよろしくお願いします。以上です。ムケムケ、OK。ではまた。はい、メンバーシップの皆様、動画上げたいと思います。すいません。ちょっとね、今日画角とこの海の感じを